こんにちは、Aスタイルです。私は今北海道新千歳空港にいます。北海道の玄関口新千歳空港には北海道ならではの人気グルメ店がたくさんあります。今回の動画は新千歳空港の気になるグルメを6店舗ご紹介。ラーメン、ジンギスカン、スープカレー、ソフトクリームの人気店を徹底レポートしたいと思います。最初にご紹介するのは北海道札幌発祥のグルメ、スープカレーの専門店、スープカレーラビー。新千歳空港国内線ターミナルビル3階、グルメワールド自然通り食堂街にあります。札幌市内にいくつか店舗があり、新千歳空港には10年以上前からある行列ができる人気店です。安倍元総理が空港を利用した際、3回訪れたことでも有名です。メニューは北海道の野菜やジビエが使われたスープカレーが並びます。種類が多くあるのでどれにしようか迷ってしまいます。辛さは50段階。ライスは S、M、L サイズから選べるので、お子様や辛いものが苦手な方、食が細い方も安心です。私は19時前に行き、待ち時間約30分でお店に入ることができました。南国バリ島をイメージしたインテリアの店内には2名掛けと4名掛けのテーブル席があります。このお店の特徴はスープのトッピングがあること。ベースとなるスープカレーにスープを加えることで味のバリエーションも広がるそうです。私は定番メニューのチキンと野菜カレー。スープはトッピングせずオリジナルを選びました。チキンと野菜カレー。中にはスプーンで簡単にほぐすことができる柔らかいチキンと野菜が盛りだくさん。インゲン、人参、かぼちゃ、ピーマン、ナス、じゃがいも、キャベツ、ブロッコリー、うずらの卵が入っています。スープは化学調味料を一切使っていないそう。スパイスをしっかり感じます。家で作る辛口ぐらいの辛さ5番を選びましたが、辛さはバッチリありました。味はスパイスに押され気味なので、コクや旨味をしっかり感じたい方はトッピングに焙煎エビスープを選ぶ方が良いかもしれません。札幌市内で見かけるスープカレーは大きな野菜がゴロゴロ入っていてボリュームがたっぷりなのに対し、このお店は比較的控えめなので気軽に食べやすいと思います。北海道でスープカレーを食べるタイミングを逃した方は、飛行機に乗る前にぜひ食べてみてはいかがでしょうか。次にご紹介するお店は北海道を代表する郷土料理ジンギスカンの人気店、松尾ジンギスカン。新千歳空港国内線ターミナルビル3階、先ほどご紹介したスープカレーラビのある自然通り食堂街の近くにあります。北海道だけでなく東京にも店舗があるジンギスカンのチェーン店で、このお店も行列ができる人気店です。ジンギスカンは生後1年未満のラムや生後2年以上のマトンなどの羊肉を使いますが、このお店は臭みの少ないラム肉の提供をしています。店内は2人用、4人用、6人用のテーブル席があり、意外と広いので荷物をたくさん持っていても大丈夫です。メニューはタブレットで注文します。ジンギスカンはご飯や味噌汁、サラダが一緒になったセットメニューや単品を選ぶことができます。私はいろいろな種類の空港グルメを食べたかったので、特上ラム肉の単品をオーダーしました。注文するとすぐに鍋とコンロ、エプロンなどをセッティングしてくれます。ジンギスカンは焼いた後にタレをつけて食べる後付けジンギスカンと、生肉をタレに漬け込んで味をつけてから焼く味付きジンギスカンの2つのタイプがあります。松尾ジンギスカンの肉は事前にタレに漬け込んである味付きジンギスカン。
果実と野菜を使った熱処理をしないフレッシュな独自のタレは肉の臭みを消し、肉質を驚くほど柔らかくするそうです。野菜はもやし、いんげん、かぼちゃ、人参、玉ねぎが盛りだくさんです。鍋の中央、山の部分で肉を焼き、周りの溝の部分に野菜を敷き詰め、秘伝のタレをかけて煮込みます。北海道には美味しいジンギスカンのお店がたくさんあるので、それを考えると正直に言ってお肉は臭みが全くないわけではありません。ただタレは生ニンニクを使用していないため、仕事に行く前や飛行機に乗る前でも気軽に食べることができると思います。実は新千歳空港には松尾ジンギスカンのフードコート店もあります。定食や丼、単品のメニューがあり、価格は新千歳空港店より少し安め、マトンも提供されています。もし新千歳空港でジンギスカンを食べたい場合は、手軽さや味、値段などを総合的に見て、私はフードコート店の利用で良いかなと思いました。北海道といえばラーメン。札幌の味噌ラーメン、函館の塩ラーメン、旭川の醤油ラーメンなど様々なラーメンを食べることができます。新千歳空港国内線ターミナルビル3階、先ほどご紹介した松尾ジンギスカンのすぐ横には、道内のラーメン店10店が集まっている北海道ラーメン道場があります。人気店が軒を連ねますが、一番人気はエビそば一元。ラーメン道場に来るとこのお店だけいつも行列ができています。過去の動画でもレポートしていますが、エビの旨味が凝縮されたスープが美味しい濃厚なラーメンです。ただ時間に余裕がないと食べることができないので、今回は一元以外のラーメン店を2軒実食しました。まず1軒目は札幌味噌ラーメン専門店けやき。札幌すすきのに本店がある人気の味噌ラーメン店です。テーブル席とカウンター席があり、荷物はレジの横に預けることができるので、大きな荷物があっても問題なく食事を楽しめます。味噌ラーメン専門店ですが、メニューには焦がし醤油や鶏白湯ラーメンなどもあります。私はお店の看板メニューの味噌ラーメンをオーダーしました。テーブルの上にはティッシュ、爪楊枝、水はありますが、調味料などは特に置かれていません。3種類の味噌が入った豚や鶏、野菜や椎茸などが原料のスープは、旨味やまろやかさがあり、すっと体の中に溶け込みます。中太の縮れ麺はプリプリ食感で、スープとよく絡んでいました。ラーメンと一緒に唐辛子も用意されるので、好みで辛さを調節できます。素材選びからすべて丁寧にされているのを感じる王道の味噌ラーメンです。口コミでニンニクの風味が抑えられていると書かれていましたが、確かにそう。ビジネスパーソンや搭乗前の方も安心して食べることができると思います。札幌でしか食べることができないので、ここで行く価値があると思います。ベーシックな美味しい味噌ラーメンをぜひ食べてみてはいかがでしょうか。参考までに、新千歳空港限定メニュー、カニ入り北の贅沢ラーメンも食べることができます。とろみ感のある卵白のあんのスープで、カニの身がたっぷり入った北海道ならではの贅沢なラーメンだそう。訪れた際、ぜひこちらもチェックしてみてください。続いて、けやきの向かい側にある札幌飛燕。本店は人気のラーメン店が集う札幌中之島にある我流麺部飛燕です。味噌ラーメンの文化が根付いた札幌で塩ラーメンを提供するミシュランガイド北海道2017特別版に調査員おすすめの店として掲載されているお店です。店内は結構広く、カウンター席とテーブル席があります。
メニューは塩ラーメンのほか、味噌や醤油ラーメンもあります。私は一番人気の我流札幌塩ラーメンをオーダー。鶏白湯と魚介だしのスープを使った本店で圧倒的人気の進化系ラーメンだそうです。テーブルの上に調味料などは特に置かれていませんでした。魚介と鶏の風味だけでなく、焦がしニンニクとラードの香ばしさも感じるスープは不思議な味。食べていくうちにどんどん癖になります。麺は希少な国産の小麦ルルロッソを使用した中太縮れ麺で、スープとよく絡んでいるだけでなく、もちもちの食感も楽しめます。スープはできる限り油を使用していないそうで、ヘルシーなのもポイント。罪悪感なく飲み干すことができます。空港で塩ラーメンを食べたくなったら札幌飛燕に行ってみてはいかがでしょうか。さて、新千歳空港といえばソフトクリーム。北海道の絶品ソフトクリームが集結しています。あまりの人気にソフト、アイスクリーム総選挙も行われるほど。木の戸屋の極上牛乳ソフトが2018、19、22年と行われた総選挙でいずれも1位を獲得、3連覇しています。隠し味にマスカルポーネが入ったフレッシュミルクのソフトクリームはとても濃厚。結構なボリュームで味、大きさともにかなりの満足感を得ることができます。極上牛乳ソフトは私が紹介するまでもないかなり人気の一品なので、今回は私がおすすめしたい他のソフトクリームを2つご紹介したいと思います。1つ目は若狭芋のあんポテトソフト。新千歳空港国内線2階、ショッピングワールドの一番端、JAL の出発口近くにあります。北海道の食材にこだわり和菓子を作っているお店で、ここでは総選挙で3位に選ばれた新千歳空港限定のあんポテトソフトを買うことができます。あんポテトは小倉あんをさつまいもあんで包んだ若狭芋の人気のお菓子。あんポテトソフトはこの人気のお菓子をソフトクリームにしたものです。黄色の見た目のソフトクリームで、味はまさにスイートポテト。濃厚なのに滑らかでとても食べやすいと思います。中にはこしあんが入っていて和菓子のよう。他のお店にはないソフトクリームで、個人的には新千歳空港の中で一番好きです。子供から大人まで楽しめる味なのでおすすめ。ぜひ味わってみてください。最後にご紹介するのは、プロントの岩瀬牧場のホルスタイン生ソフトクリーム。新千歳空港国内線ターミナルビル4階にあります。プロントは言わずと知れた日本中にあるカフェ。新千歳空港店ではこのお店でしか買うことができない岩瀬牧場の牛乳を使ったソフトクリームを食べることができます。牛乳を感じるすっきりとした甘さの滑らかなソフトクリームは絶品。飾り気のない本当に美味しいソフトクリームだと思います。プロントなので営業時間が長いのもポイント。他のお店が開いていない朝の時間や夕ご飯の後にも利用できます。札幌から旭川に向かう途中にある岩瀬牧場でもこのソフトクリームは販売していないため、新千歳空港で食べる価値のあるソフトクリームだと思います。ぜひ国内線ターミナルビル4階に足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。新千歳空港のグルメスポットいかがでしたでしょうか。今回は行きませんでしたが、お寿司屋さんも人気があります。札幌シーフーズにある立ち食い寿司57番寿司や、回転寿司の勘太郎も気軽に食べることができて美味しいと思います。空港にはまだまだ多くの人気店があるので、また新千歳空港訪問の際、レポートしていきたいと思います。お店のリクエストなどありましたらコメントお願いします。次回の A スタイルは、今回宿泊した新千歳空港直結のホテル、
ポルトムインターナショナル北海道をご紹介いたします。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったら高評価、チャンネル登録をお願いします。